はい、地球の模型南條です。京本くん来てくれてます。はいはいお願いします。はいなんで体育系なん今日今回はですね、じゃん、 MYK デザインさんのグッドマークデカールシリーズですね。うちの動画でこういうものを仕入れてますよっていうので何回か紹介したと思うんですけども、やっと使う機会ができましたので、これをご紹介していきたいと思います。明日のデカール、通称アスデカですよ。なんですかね、模型総選挙のなんかチラシに載ってそうな感じじゃないですか。明日のデカールみたいな。これ結構票入りそうな気がするけどまあそんなね、選挙みたいなね、こんなねテーマを持ってる、デカールなんですけども、これがどんな特徴があるかっていうのをご紹介できたらと思います。とっくん、これ見てくださいよ。ここね、全然違くない？違いますね。ね、これデカールってこう必ずと言っていいほどこのメインのインク部分にちょっとこう透明な部分って絶対あるんですよね。デカールって必ずこういうものがもうあるもんだみたいな、こっちその透明部分が全くないんですよ。このグッドマークデカールシリーズ、この透明部分が剥がすことができちゃうんですよ。最初からプリントしてあるようなこんな感じに仕上がるんですね。これすごくない？この変に光る部分、これシルバリングっていうんだけど、これがね一切起きてないんですよね。これちょっとこう傾けてみる。ほら、めちゃくちゃ良くないこれ？そうですね。なぜこうなるのかみたいな、貼り方を紹介していきたいと思います。それではですね、デカールの貼り方を説明していこうと思うんですけども、基本的には普通のデカールの貼り方と変わりません。中性洗剤などで綺麗に洗浄した状態です。ホコリとかね、油が乗っているとデカールがつきが悪くなりますんでね。このデカールなんですけども、1枚ですね、こう保護フィルムが貼ってあるんですね。でもこれ最初気がつかなくて、保護フィルムがついた状態でデカールを貼って、でその保護フィルムを履いて「おお明日のデカール」とか言ってたんですけども、これ全然貼る前にですね、この保護フィルムは必ず剥いでください。僕はね、そういう天然なところは、良くないしばらく気づくの遅かったからね、これは新しいデカールですよっていうこの先入観で「おお新しい新しい」って言って一息ついて、なんか普通のデカールと変わらなくない？いやでも明日のデカールとかって言ったんですけどね、これは剥ぐもんですからね、こうやって。でも透明部分が剥がれますって言ったらね、ちょっとほら勘違いしそうになりません？こんな程度にね言い訳を置いといて、普通にね水つけます。紙の上に置いて、水が馴染むのを待ちます。でこの時にですね、水につけすぎを注意してください。なぜかというと、透明部分をね剥ぐ時にインクの部分が一緒に持ってかれてしまうので、接着力をね弱めないためにっていう意味で水のつけすぎに注意してください。デカールの貼り方についてはですね、地球道チャンネルでも紹介したことはありますので、ぜひご覧になってもらえたらと思います。綿棒等でねしっかり水分は取ってあげてください。よいしょよいしょ。こんな感じで、もうほんと普通のデカールと変わらない感じの使用感ですね。またですね、水につけすぎてしまった場合は、どうするかと言いますと、必ずデカールのりを使って接着力を高めてください。おすすめはですね、こちらのタミヤのデカールのり、またはクレオスのマークセッターですね。でこれどちらも全然使えるんですけども、僕が個人的におすすめなのはタミヤさんのデカールのりですね。こちらですね、軟化剤が入っていないので、単純に接着力を上げるという意味でおすすめです。クレオスさんのマークセッターなんですけども、こちら若干軟化剤が入ってますので、つけすぎるとデカールが柔らかくなりすぎて失敗するリスクがあるので、そういったデカールに慣れてないよという方はタミヤのデカールのりがいいかなと思います。その代わりですね、こちら軟化剤が入っているというところで接着力は上がりますので、本当にお好みでどちらかお好きな方を選んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ここからがですね一番大事なところなんですけども、しっかりと乾かす必要があります。このデカールはね、これがですね今さっき貼ったばっかりのデカール、乾いてはいるんですけどね、見た目で。こちらがですね1日置いたものです。どちらも全く見た目変わりないですよね。今からこの透明部分を剥いでいくんですけども、どういった違いが出るかをお見せできたらなと思います。まずは今さっき貼ったデカールの方なんですけども、こちらどうやってですね透明部分を剥ぐかと言いますと、じゃん、マスキングテープです。デカールからするともう天敵なんですけどもね、これでやっていきたいと思います。僕自身もめちゃくちゃ怖いですけども、マスキングテープをですねこうしっかりとこう貼り付けます。そりゃそうなるわって感じですよね。これが貼ったばっかりの状態です。でですね、こっちが1日置いたものです。
同様にですねこうしっかりこうピッとできます。いきますよ。はい。ほらここマスキングテープにこの透明部分がくっついちゃってるの光で分かります？これ今これ綺麗に剥がれました。ほらそうするとですね少しこう曇ってた部分がもう綺麗な赤が発色してめちゃくちゃ綺麗になってませんか？これこんな感じで仕上がるんですね。これが明日のデカールっていうね。だからこうしっかり乾かす必要があるってことですね。いやよかった、うまくいって。でですね、なんでさっきみたいなことが起きるかというとですね、接着力があるところが2箇所あるんですけども、まずは模型とそのデカールのインクの部分と、その後インクとその透明部分の間の接着力、この2箇所があって、例えば下の方を A として上の方を B とすると、透明部分を剥ぐときにその接着力 A と B の綱引きが起きてるわけですよ。 A の部分が弱かったら B の方が強いわけですから、一緒にインクをとポッ、それがA の方が強ければ B の方が弱いわけなので透明部分だけ取れちゃうと、こういうからくりなんですね。なのでさっき言ったような水のつけすぎとか、そういったところに注意してもらって、とにかくその接着力の A のところですね、ここをいかに強くするかっていうのが大事になってくるんですね。メーカーさんに電話して聞いたところ、そのデカールっていうのは貼ってすぐよりはやっぱり1日置いた方が接着力が上がるそうなんですよね。なのですぐに作業をするのではなくて、1日置いてやると。だから明日のデカールっていうんですよと。なるほど、選挙に使うわけじゃないんだねっていうねなので1日置いてほしいデカールなんですよっていう意味で、通称アスデカと。ドライヤーとかでちょっと早めようとか、いろいろ僕もやってみたんですけども、なかなかうまくいかなかったりとかいう部分があって、なのでもうほんと確実に仕上げたいと、失敗絶対したくないですよっていう時は確実に1日置いて。続きまして塗装してるものとしてないもので違いがあるかどうかを検証していきたいと思います。一番上がですね、これが塗装がしてない、言ったら素組み状態だ。こちらがですねクリア塗装してます。で一番下がですねデカールのりを貼った状態のものです。だから塗装はしてません。でこれで違いが出るかどうかを検証していきたいと思います。はい、ではまずは塗装をしてない状態のものでいきたいと思います。言うの忘れたんですけども、3つとも1日は置いてますからね。はい、ではいきます。ちょっと持ってかれましたね。全体的には取れたんですけどね、ここにちょっと一部持ってかれちゃいました。これがですね塗装した状態ですね。今回はクリア塗装してます。はい、じゃあこれやってみたいと思います。クリア塗装をした上にデカールを貼ってるってことですね。はい、じゃあいきます。おお、めっちゃ綺麗に取れましたね。完璧。最後はですね塗装してない状態のものにデカールのりをして貼ったものです。これうまくいってくれるといいな。いきます。よいしょ。おお、うまくいったっすね。だからいかに接着力が大事かという感じになってきます。というわけでですね、今回の検証からですね、1日全て置いたものではあるんですけれども、塗装してないのとしてあるものではこれだけの差が出てくると。接着力を強めればうまくいってるんですけども、これ実はですね僕何回か試してみてるんですけど、デカールのりの時もたまに失敗するんですね。塗装した上でやる分には100発100中なので、どちらかというと、塗装した上からやるのが一番いいのかなと思います。だからそのまま塗装をせずにやりたい方はツヤありのクリアとかツヤ消しのクリアとか一旦塗装した上でデカールを貼るのが一番心配ないのかなと思います。ちなみにこれですね、塗装してない状態でかつデカールのりもしていないデカールなんですけども、これ2日置いてます。2日目のデカールです。はい、これがうまくいくかどうかちょっと試してみたいと思います。さらに時間を置けばいいんじゃないか説のやつね。いきます。せーの。ダメですね。だから時間というよりは、時間も大事なんですけども、一番大事なのはやっぱ接着力ですね。全然うまくいかなかったね。2日とかいう問題じゃないっていうね。はい、こんな感じです。まだですね透明部分を剥いだ後にクリア塗装もちゃんとできます。こっちがツヤあり、こっちがツヤ消しですね。全然インクが溶けたりとかしてないのでバッチリ大丈夫です。研ぎ出しもいけます。ただかけすぎは注意で。ほんと自然な感じになるね。めっちゃいいです。でですね、とりあえずですねお店で扱ってるものをざっと本当にね山のように乗っけてみてるんですけど、これほんと種類がいっぱいありまして、
ほんといろいろあるんですよ。まずサイズがですね、こうフリーサイズ SF ロー系に使いやすい100分の1144分の1と主にこんな感じであるんですけども、これがね本当にいろんな種類があって面白いんですよ。ラインデカールだったりアビエーションテイスト、よくロボットの肩とかにつける、もうかっこよくなるデカールシリーズなんですけども、これがですねドイツ語表記と英語表記と日本語表記あるんですよ。で日本語表記を見ると気がつかされると言いますか、売ってるデカールって英語表記多いじゃないですか。だからあんまり意味も分からずこう貼ってるんですけどね、日本語でちゃんと見るとですね、これ注意とか押しちゃダメとか、まあ押しちゃダメって書いてあるんですよ。押すなってね、押すなとか踏むなとか高電圧危険とかこう書いてあるんですよ。だから僕英語すごい苦手なので、知らぬ間にその全然関係ないところの肩に高電圧危険とかね貼ってる可能性があるので、この日本語表記を見るとですねだいぶ勉強になりますので、これはねぜひお手に取ってもらえたら、はいこういう意味なんだってね、英語とねこう照らし合わせてね、こういう意味なんだってね勉強になります。ドイツ語いいですよね。もう今エヴァですから2号機に貼ったらめっちゃかっこいいんじゃないですか。おすすめです。他にもですねこんな感じで実機系のデカールも充実してまして、こちら裏にですねだいたいリスト載ってるんですけども、これも優にね200種類余裕で超えてるんですよ。で144分の1の飛行機でしょ、72分の148分の1の飛行機で144分の1の戦車35分の1の戦車デカールと本当にいっぱいあってですね、これざーっと読んでいくとですね F14B ジョリー・ロジャース、F86F セイバーの1番と2番、バージョン違いみたいなね。あとは開示 T34 オライオンオールドタイマーズ、これのバージョン違いとか、あとはですねもう全然ゼロ戦とかもありますね。であと F15J のものもこれが201第201飛行隊、第303飛行隊、第303飛行隊のバージョン違い、304飛行隊、305飛行隊とかもめっちゃ細かいの。あとはブルーインパルスのバリエーションが2種類と、あとは93式中間練習機、ハトンかな、ハトンもあるねこれね。あとコルセア、あとはグラウラ、ラントレッツ、川西の13式海底、ダグラス、ミラージュ無線 C フランス空軍のシリアの3種類ありますよとか。で、ゼロ戦とか、2とか、2とか、形がもう2つあります。で、あとはコルセア、メイステス。で、このパートナー、すごい、めっちゃバリエーションが多いと。で、ケイサーホル言うと、ケイサーホル言うと、グループ全体の技術のマーキングコレクションの、11ほんで今これでしょ、ファントムのバージョン違い。でもこれもう見てこれ皆さん見た時に店長あれ言えよみたいなのもうちょっと、って感じはい、もういっぱいありますのでこれぜひチェックしてみてください。はい、というわけでですね今回紹介したいのが MIK デザインさんのグッドマークデカールですね。明日のデカール、通称アスデカと。実機系のデカールは、なかなか全部揃えるの大変なんですけども、注文していただいたら取りますし、普段のお客さんに言ってますよ。はい。で、このね、汎用性の高いグッドマークデカールはですね、もう今後出るたびに、もう全部お店で置いていきたいと思ってますし、あとはですね、ネットでいろいろチェックしてみてもらったら、結構いろんな形あるなと、見てて飽きないですかね、感じもありますから。デカールのテーマでもあったと思うんですよ、透明な部分のやつが。あれがね取れるっていうのは本当にすごい画期的なデカールだと思うので、ぜひぜひ手に取って模型ライフを充実してもらえればと思います。こんな感じで終わっていきましょうかね。はい、面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。あとですね、選挙に使えそうな模型ワード待ってますんで、何の話っていうどうもご視聴ありがとうございました。おすすめ